メグリウムへのご来場、誠にありがとうございます。水族館大好きサメ人間、大場メグがご案内します。夏だ、海だ、猛毒だということで、今回はうっかり出会うと超危険、夏の海で気をつけたい海の危険な猛毒生物を紹介していきます。浜辺や磯など、海で身近に出会う可能性のある毒を持った生き物をご紹介します。また、以前の動画ではアナフィラキシーショックについてや他の猛毒生物もご紹介しているので、こちらも要チェックです。メグリウム。アオブダイは美しい体の色に鳥のようなくちばしがあるのが特徴の魚です。体長は60センチから90センチ、太平洋北西部、東京湾から九州南岸、琉球列島、台湾に分布していて、岩礁域で暮らしています。名前の通り、青みの強い縁取り模様と可愛らしい鳥のようなくちばしが特徴的なアオブダイですが、恐ろしい毒を持っています。アオブダイは筋肉や肝臓にパリトキシン陽毒と言われる毒を持つと言われています。これはフグ毒として知られるテトロドトキシンよりも強い毒で、体内に入ってから12時間から24時間で激しい筋肉痛やミオグロビン尿症という尿が黒褐色になる症状が現れるんだそうです。さらに呼吸困難、歩行困難、胸部の圧迫、麻痺、痙攣などが起き、回復には時間がかかり、数日から数週間必要な場合もあり、症状が重篤な場合は死に至ることもあるんだそうです。ちなみに沖縄でイラブチャーと呼ばれ食べられる魚としてアオブダイはよく間違われるのですが、イラブチャーは南洋ブダイやヒブダイなど毒を持たない別の種類の魚なんです。他のブダイの仲間とアオブダイはよく似ていて、見分けるのが難しいため、ブダイの仲間を釣り上げても素人判断で食べてはいけません。万が一アオブダイを食べてしまった場合はすぐに救急車を呼びましょう。毒ウツボは海のギャングとしても有名な魚で、エラの近くにある穴の周りが黒く大きなまだら模様が特徴です。体長は最大で2メートル以上にもなり、ウツボの中でも最大級の大きさと言われています。琉球列島より南のインド洋、太平洋に広く分布していて、暖かい海のサンゴ礁や岩礁の浅い場所で暮らしています。毒ウツボは名前の通り体に毒を持っています。内臓や筋肉にシガテラ毒という毒を持ち、食べてしまうと嘔吐や下痢などの食中毒を引き起こす場合があり、決して素人判断で食べてはいけない魚です。また、毒ウツボは体内の毒以外にも鋭い歯を持っていることから、釣り人の怪我も多く、傷口が大きく化膿しやすいため、海のレジャーで注意が必要な魚です。万が一毒ウツボを食べてしまった場合は、速やかに救急車を呼びましょう。どんなに立派なウツボを釣り上げても、決して素人判断で食べないようにしましょう。ヒミオコゼは実はオコゼではなくミノカサゴの仲間なんです。美しい模様と小さな体に気を取られてしまいますが、危険な毒を持っています。体長は約20センチ、太平洋西部、インド洋、黄海に分布していて、日本では高知県より南の浅いサンゴ礁で暮らしています。ヒミオコゼの美しい姿を見てつい触ってみたくなるかもしれません。ですが、背びれには毒のトゲがついていて、刺されると強い痛みに襲われ、患部が腫れ上がります。万が一キミオコゼに刺されてしまった場合の対処法ですが、キミオコゼに対しての処置というものがあまり見つからなかったので、キミオコゼの持つタンパク毒に対しての処置をご紹介します。キミオコゼが持つタンパク毒は40度から50度程度のお湯につけると痛みが和らぎます。これはあくまで応急処置のため、キミオコゼに刺された場合はすぐに病院を受診しましょう。キタマクラは可愛らしい姿ですが危険な毒を持つフグの仲間です。体長は15センチから20センチ、インド洋、太平洋に分布していて、日本では南日本の太平洋岸、伊豆諸島、小笠原諸島の岩礁域やサンゴ礁などで生活しています。キタマクラはテトロドトキシンという強い毒を持っている危険な魚です。そのため死を意味するキタマクラからその名前がついたと言われています。キタマクラは肝臓や腸などの内臓に毒を持っていて、皮膚にも強い毒を持っています。そのため、素手でキタマクラを触り、目や口を触ってしまうと、食べていなくても毒の影響を受ける可能性があるので、決して素手で触ってはいけません。キタマクラを食べてしまうと、口や舌のしびれ、
歩行障害などの症状を起こし死に至る場合もあります。万が一北枕を食べてしまったり、触った後に痺れなどの症状が起きた場合は、速やかに救急車を呼びましょう。釣りをするときは必ず手袋をして、フグを釣り上げても決して自己判断で調理してはいけません。フグの調理には免許が必要になりますので、フグ料理はプロが行ったもの以外は口にしてはいけません。皆さんはラッパのようなトゲを持つ変わったウニを見たことはありますか？ラッパウニはその名の通りラッパ型の左極と呼ばれるトゲに覆われています。特徴的なトゲには毒がある危険なウニです。体長は殻の大きさが10センチ前後、熱帯の海の沿岸やサンゴ礁、岩礁域に生息するウニで、日本では房総半島や相模湾までの本州南側の岸より南の海で暮らしています。ラッパウニは特徴的なトゲを閉じて皮膚に噛みつくことで毒を注入します。ラッパウニの毒はタンパク毒で神経に作用します。そのため、ラッパウニに噛まれると場合によってはアレルギー反応を起こしてしまい、体が腫れたり、麻痺やしびれ、呼吸困難などの症状が現れることがあります。万が一ラッパウニに噛まれた場合は、決して素手でトゲには触らず、手袋などをして傷口から慎重にトゲを取り除き、患部を40度から50度のお湯につけ、すぐに病院を受診しましょう。ちなみに、ラッパウニは海の中で管足と呼ばれるトゲよりも長い管のような器官を使って、周りにある海藻や石などを身につけてカモフラージュをしているため、海藻だと思って触ってしまわないよう注意が必要です。海に入るときは必ず手袋、マリンシューズなどを着用して、素手や素足で海に入らないよう気をつけましょう。埋もれオギガニは 0.5g 食べただけでも死に至るほどの猛毒を持っており、世界最強の猛毒ガニと呼ばれる危険なカニです。三大毒ガニに入っているとも言われ、スベスベマンジュウガニやツブヒラオギガニがこの三大毒ガニに入っているそうです。埋もれオギガニの体長は甲羅の幅が約8センチ、日本では主に南西諸島に分布していて、鹿児島県から沖縄県にかけてのサンゴ礁で暮らしているのですが、近年では生息域ではない和歌山県の沖で見つかり、大きなニュースになりました。茶色の体に青白いまだら模様が特徴の毒々しい埋もれオギガニ。なぜ世界最強の猛毒ガニと呼ばれるのかというと、主にハサミや捕獲など全身にテトロドトキシン、サキシトキシンという毒を持っていて、摂取してしまうとしびれ、言語障害、呼吸困難を引き起こし、最悪の場合は死に至ります。特にサキシトキシンには解毒剤や特効薬などはなく、体内に入ってしまった場合は輸液によって徐々に体の外へ毒を排出させる方法しか見つかっていないんだそうです。明治時代、奄美大島では埋もれオギガニと知らずに鍋にして食べてしまい、吐き戻したものを家畜が食べて家畜ともども一家全滅したという痛ましい記録が残っているんだそうです。また、昭和62年、石垣島では埋もれオギガニを味噌汁にして食べてしまった夫婦が食中毒症状で病院へ搬送された記録も残っています。見たことのないカニは決して食べないようにして、万が一カニを食べて体調を崩した場合は速やかに救急車を呼びましょう。いかがでしたか？海の中には見た目ではわからない毒を持つ生き物もたくさんいます。ですが危険は知ることで避けられます。楽しく安全に海の世界を知っていきましょう。生き物の種類によって毒の強さや対処法は様々です。このくらい大丈夫だろうと思わず、万が一怪我や事故に遭った場合は迷わず救急車を呼ぶことが大切です。海で遊ぶときはやけどしない程度のお湯、ポイズンリムーバー、手袋、マリンシューズなどがあると安心です。海の中ではむやみに触らないことが一番の予防策です。毒を持っている生き物は怖く感じるかもしれませんが、それは彼らが生き延びるための知恵なのです。水族館でこの猛毒生物たちに出会ったら、じっくり観察して可愛がってあげてくださいね。概要欄には自治体の注意情報や便利なグッズのリンクも載せています。役に立ったと思ったら、高評価、チャンネル登録をしていただけると励みになります。それでは安全に気をつけて海の世界を楽しんでください。メグリウムへのまたのご来場お待ちしております。